今回は築43年のスウェーデンハウスを買った私たち夫婦が本気でリビングルームを DIY しちゃうリノベーション動画第3弾。 DIY 用の材料や家具をかき集め、このシンプルなリビングを犬も私たちものんびりできる楽しい空間に大改造。最後のビフォーアフターまでぜひお見逃しなく。皆さんこんにちは。犬と私と北欧暮らしチャンネルの夏子です。今回はこのリビングルームをアップデートしたいと思います。ということで早速 DIY の材料を集めに行きましょう。とその前に今のリビングの様子を撮っているので、簡単にどこをどう変えたいかなど皆さんとちょっとシェアしたいと思います。リノベーションのアップグレードで何をするかというと、まずはじゃん、この壁をもうちょっとアートを増やしたり、この雰囲気を変えたいと思っています。こことかね、結構エンプティーな感じで今寂しい感じなので、いろいろアートとかを置きたいと思ってます。今回はしないんですが、ここに暖炉、カミン置けたらいいなっていうふうに思ってんだよね。もしかしたらこのコーナーはその暖炉用だから、これぐらいは暖炉用に取っておいて、これね、上から見るとこんな感じで、ここにもしかしたらライト、今ね暗いんですよね。ここ夜になるとすごく暗いので、もしかしたらこっちの裏の方にLED ライトをつけて照らすみたいなことができたらいいなと思ってます。でこっち側が今一番忙しい感じなんですけど、今考えてるのが多分ここに何か置いて、今ね Wi-Fi とかここら辺に結構コードがこのコーナーに溜まってるんですけど、どうにかしてこの床から何か話せたらいいなみたいな。なので何かここに置いて、テーブルか何かロボット掃除機で行けるようになったらいいかなとか思ってます。 I really like this kind of, it's modern-ish, but it's also kind of see what it is also. そうそう。なのですごい私たちがすごい好きなアートで、ソファーの色が今ジーンズみたいなブルーとこのアートの組み合わせで、この部屋の感じがまとまったらいいなというふうに思っています。でここが実は棚が置けるかなみたいな感じで今考えていて、キャンドル置いたりプラント置いたり、まあ座ったとしてもそんな頭ぶつかることがないので、棚を置くのもいいかなと思っています。そう、あとね、うちすごく寒くて大きめのカーペットをこれから探しに行こうかなというふうに考えています。ということで、なんとなくのイメージが膨らんできたので、実際に街へ材料集めに行きたいと思います。私たちは町から離れた田舎町に住んでいるので、車で30分かけていつも買い物に行っているんですが、こんなど田舎でもこの30分圏内に家具屋さんやインテリアショップが20個以上あるんです。でも今回はリビングの DIY ということで、家具屋さんメインというよりかはホームセンターや花屋さんにも行こうかなと考えています。まず私たちがやってきたのはクラスオルソンという東急ハンズやロフトみたいな感じのお店。ここにはこういった DIY 用の道具や材料からキッチン用品に文房具、生活雑貨や家具など何でも揃っていて、特に去年の夏に築43年のスウェーデンハウスを買ってからは修理するところも多かったので、こういったネジとか釘とかたくさん買ったかなと思います。あと何か新しく作ったり DIY の材料集めでも、まず最初に覗きに来るのがこのクラスオルソンかなと。ここでヨハンさん、何か気になるもの見つけたみたい。皆さんこれ何かわかりますか？これは2つ別々の商品をこうやって組み合わせて作るウォールシェルフと呼ばれる棚。壁に穴を開けて使わなきゃいけないので、今まで実は一度も使ったことなかったんですが、こうやっていろいろな使い方ができて、私たちはこの真ん中の方法で使おうかなと考えています。木の種類もいろいろあって、私たちはオーク材をチョイスしました。これを多分ソファーの後ろの上のところに置くんだよね、頭上に。Then we can put plant and candles and stuff. Maybe some pictures. Yeah. Like that.
そしてまた店内を歩いていると Maybe by chair. We also have these longer ones, different sizes. 私たちのリビングの壁は白いので、さっき購入したディスプレイ用の棚の色合いと合わせるため、黒やオーク材を使ったシンプルだけど白に映えるインテリアがいいかなってその場で決まって、このキャスター付きのラックも購入することにしました。そしてヨハンが今持っている棚にも長く伸びるタイプのプラントっていうのかな、そういうのも置けたらいいかなと思っています。1点目の買い物を終えて、いつものカフェでフィーカをすることに。初めて食べるこのケーキのお味は？じゃあいただきます。どう？美味しい。フィーカをしながら作戦会議。コーヒーを飲んでエネルギーをチャージしたら次のお店に行きたいと思います。次にヘムテックスというインテリアショップにやってきました。残念ながらこの日は買うものはなかったんですが、あるコーナーを発見。そう、季節のあれです。イエローってことはイースターかわいい。そして次は違う家具屋さんにお邪魔しています。前回のライブで私たちのメインベッドルームに障子や襖などの和のデザインを取り入れた大きなクローゼットを DIY したいっていう話をしていたと思うんですが、私もヨハンも家具を一から作ったことはないので、こうやって実際に売られている家具のデザインだったり値段だったりを参考にさせてもらいながらいろいろ計画をしています。そしてここではアートを飾るための黒縁のアートフレームをいくつか購入しました。ミオに今から入ります。ここではカーペット？ Yeah, carpet especially, ne? そうだね。We've been here before, no, did you? あ、そうだね。Christmas decoration, did you? そう、クリスマスデコレーションって来た。まず入り口に季節のイベントものがあるんですが、何これ？ああ、ラビット。これなんかと思った。このウサギが土下座しているみたいなやつについ目がいってしまいました。スウェーデンといえば IKEA のイメージが強いかと思うんですが、うちから一番近い IKEA の店舗は車で行くと2時間ぐらいかかってしまう場所にあるので、普段はこういった家の近くの家具屋さんに行ってインテリアを集めることが多いです。このミオという家具屋さんにはアートもたくさん置いてあって、リビングに置いてあるキャンバスアートも実はここで買ったものなんです。かわいい造花。レベル高いな。そしてお目当てのカーペットコーナーにやってきました。リビングで使っているソファーの横幅は280センチはあるので、3メートルぐらいの大きいカーペットがあったらいいなと思ってやってきたんですが、そのサイズだと全然在庫がなくて、オーダーして取り寄せてもらっても1ヶ月は待たなきゃいけないよと教えてもらったので、今回ここでカーペットを買うことは諦めることに。この日は休日、午後5時の閉店ギリギリにやってきたのは、今からお花屋さんに行きます。観葉植物をね、買えたらいいなと思っています。以前動画でもお話ししたように、冬は極夜で太陽が全然出てこないということもあり、うちにある植物はいつも元気がないなと思っていたので、植物初心者の私たちでも元気に育てられそうな小さい多肉植物を今回はゲットすることに。はい、ということで3つ買いました。かわいい。これを今からちょっと大事に育てていきたいと思います。Okay, so we have removed everything from the walls now, except for the large wall art, because we want to build up everything kind of around this, use this as the central point that we work from. But the first thing that we're gonna put up, we've decided, is the shelves. We're gonna put them up something like this, something along these lines, I think. 何してんのかね。
ブライアンも興味津々の中、実際に買ってきた棚を設置していきたいと思います。この家は自分たちが建てたわけではないので、完全に壁の中がどうなっているかはわからないんですが、基本的にスウェーデンハウスは長く厳しい冬を乗り越えるため、外壁と内壁の間にかなり分厚い断熱材が入っていて、外壁は木材、内壁は石膏ボードという素材が使われていることがほとんど。石膏ボードって確か1センチぐらいしか厚さがないので、穴は簡単に開くんですが、ネジが固定されずにスポッて抜けてしまっちゃったりするので、こういったプラスチックでできた下地を刺した上で釘を打つ必要があるんです。もっと重いものを取り付けるときはこのプラスチックじゃなくてメタルだったり、もうこれもね、いろいろ種類があるみたいです。So we have gotten the second bracket in place, so we're just gonna double check that everything went right. Checking level. Perfect. そんなこんなでもう一つの棚も段違いでつけていこうと思います。そして完成したのが、いいね。めっちゃいいと思う。買ってきた植物もここに置いてみましたよ。かわいい。じゃあ次は？次は、I think I'm gonna do the... 次はクラスオルソンで買ってきたあのラックを作りたいと思います。Some nano bits. あ、そんな感じで来るな。Everything comes up at once. That's just the shelves left. Wow. Look at that. It's matching. Look at that. Yeah. 木は一つ一つ違うので全く同じ柄のものはないと思うんですが、同じオーク材を選んだおかげでいい感じにマッチしました。ということで自分で作るタイプのラックだったので、こうやって組み立てていくとキャスター付き収納ワゴンの完成です。それでちょっとコードをね、いい感じで後で隠したいと思います。そして次に取り出したのは黒のシンプルなウォールシェルフ。ここにはプラントを置けたらいいなと思っています。これもさっきと同じように、まずは穴を開けて石膏ボード用のアンカーを入れた状態でネジをグリグリとねじ込んで取り付けたら完成です。かわいい。リーゼントみたい。I hope that it's gonna grow quickly. ね、これはクリスマスの時に私がいただいたプレゼントです。これはコチョウランっていうのかな。このお花もここに飾っていい感じになりました。I think that maybe is good. 買ってきたアートフレームもまだ飾る絵は入っていない状態ではあるんですが、アートの位置だったりフレームの大きさをこことかあそこって言いながらなんとなく2人で決めていって、この日の最後は私がスウェーデン1年目で移民向けプログラムに参加している時に外国人の友人たちにもらった大切なライトをつけて終了。でも実はここまで完成度は 60% くらい。これからさらに大チェンジがありますよ。はい、ということで IKEA からたくさん荷物が届いたので、これを開封していきたいと思います。So we have bought stuff for this living room, but also some other stuff that goes in other places of the house. Rolfstorp. ああ、これはライトです。So this is for a kitchen. いや、チャージ、ここでチャージができるライトを買いました。ちっちゃいな。クッションを買いました。ちっちゃ。First thing for this place. Frames. Frames。These. そうそう。今日またね、セカンドハンドストアに行ってこれを買ってきました。あ、これも IKEA じゃん。Okay, that's also IKEA. そうそう。こっちでもいいし、こっちでもいいっていうね。ブラックフレームで今回は揃えています。じゃあ次。This one or this one? This one。お茶子っぽいやん。じゃーん。
120センチ ×160 センチのフェルトっていうのかなを買いました。ソファーカバーを探していたんですけど、それが見つからず、ちょっと新しい試みとしてこのフェルトをかけようかなと思っています。So this is for the kitchen. そうだね。イエーイ。かわいい。この木が好き。めっちゃかわいいと思う。Yeah, it's very nice looking, right? ね。今回は時間の都合上いろいろ省いちゃったんですが、最後に皆さんにどうしてもお見せしたかったのが、ダダン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 カーペットです。Carpetです。Are you okay, Brian? 結局うちの近くの家具屋さんではカーペットが見つからず、送料が199クローナ、3000円近くかかってしまったんですが、サイズ、デザイン、予算と全て私たちの希望通りの IKEA のカーペットが見つかったのでオーダーしちゃいました。やば、でかい。でか、どうですかかわいいよね。Yeah. ブライアンが Oh, you wanna explore it? ブライアン何これ、ど I, うですかブライアンさん。 oh, you like carpets, huh? 好き？ Yeah, you wanna explore it, huh? ブライアン好き？ Yeah, 好き。そしてジェマも Oh, you're showing ジェ off, マ Yama. さん Are you being a cat? Mm. ブ Do ラ you イアン like ど the う？ carpet? 好き？ Yeah, carpets are nice, aren't they? カーペットこんな感じに敷いて使っていたんですが、ご覧いただけるようにブライアンはこのカーペットの上で遊ぶのが大好き。大きいカーペットなんですが、結構ねカーペットの部分がソファーの下に入って隠れていたので、数日経った頃にこの方向で使うことに決定。 What do you think? I think it's better. Yeah. やっぱ犬にとってもこのカーペットすごくなんていうの、足場がちゃんとするので、この上で走ったり暴れたり遊んだりするし、私も寝転がったりできるのですごくいい感じです。リビングの DIY 数日分を一気にお見せしているので情報量がすごいとは思うんですが、ここまで来たらやることは残り2つか3つ。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。見て、可愛くない？かわじゃーん。おーすごいいい。いいね。可愛い。これは北欧のお家あるあるなんですが、家の中の電気がついていても結構暗いっていうことがよくあるんです。冬は本当に真っ暗なので、できるだけ電気をつけるようにはしているんですが、この柱の裏側はすごく暗くなりがちなので、今回 LED ライト10メートルというものを実験的に買ってみました。そしてこれは毎回思うんですが、ヨハンは身長が2メートル3センチあるので、こんな感じで天井に簡単に手が届くので、本当に DIY とか修理とか脚立なしで何でもできちゃうのが羨ましいなと思います。もしかしたら動画で話すのは初めてかなと思うんですが、今ヨハンが触っているこの梁は本物ではなく、木目調の壁紙を DIY で貼ったデザインとしての梁。初めてこの家に内見に来た時に、これはデザインだよと教えてもらった時はすごくびっくりしたんですが、同時にすごくかっこいいなと思いました。そして完成がこんな感じ。思ったよりも LED の光は弱めではあったんですが、スマホのアプリと連動しているので今のところ使いやすそうだなという印象です。そして最後に、テレビの上の壁が寂しいままだったので、先ほどご紹介した写真が5つ入るこちらのフレームを真ん中に置くことで、他のアートフレームの位置を調整していきたいと思います。去年の2月ぐらいから家を買うためにスウェーデンのいろんなお家に内見に行ったことがあるんですが、どのお家にも壁には写真やアートが飾られていて素敵だなぁとずっと思っていました。なので今回のリビングのアップデートでは私たちもアートを飾ろうと決めていて、まだアートがない状態ではあるんですが、この時も何を飾ろうかすごくワクワクしています。この左右のバランスとかをね考えている時に、
ヨハンさん、何かいいこと思いついたみたい。押し入れに眠っていたキャンバスがあることを思い出し、絵を描きたいと言い出したヨハン。We'll see if it works. It might just ruin the canvas, but... 私もここ1年くらい自分のチャンネルや2人パパチャンネルの動画を作るクリエイターとしてのお仕事をさせてもらっているんですが、ヨハンは興味関心が広いのはもちろんなんですが、私の何倍もクリエイティブで形のないものを表現するみたいなことがとても得意な人だなぁといつも感心しています。いいじゃん。そしてそんなヨハンに感化され、2枚目のキャンバスは私も一緒に描くことに。I think we should let it dry and see how it looks. そうだね。ヨハンが作った後はこんな感じで、私たちが2人で作った後はこんな感じになりました。結構ね、黒の上に描いてるんですが、どうですかね。そして最後の最後に、この家を買った時からあったいろんな穴を一つ一つ埋めていき、いいんじゃない？ Yeah, いい感じだよね。 it's not horrible. ビフォーアフターいろいろお見せしていきますね。それでは最後に最終的なリビングの DIY の完成の様子を皆さんにお届けしたいと思います。ついこの前までこんな感じのリビングだったのが DIY でこんな感じになりました。このリビングルームは家族それぞれがたくさんの時間を過ごす場所。ビフォーの状態でも悪くはなかったと思うんですが、もっと家族みんなでくつろげるスペースにできたらいいなと思っていたので、今回こうやって棚を増やしたりカーペットを敷いたり壁に絵を描けたり、ずっとやりたかったことができて嬉しかったです。特にこの新しいカーペットはブライアンもジェマも大のお気に入りになったので、買ってよかったなと思いました。この調子で2階のベッドルームやゲストルーム、外壁も今年中に塗り替えないとやばそうなので、これから夏にかけていろいろ家のアップデートができたらいいなと思っています。先週に引き続き今週もすごく長い動画になってしまったんですが、ここまで見ていただき本当にありがとうございます。リクエストやコメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた来週もお会いしましょう。ヘイドー。